は、クイックアートのエリです。最近コロナウイルスの感染症が流行っていますので、ハンドメイドのこういう布マスクを作られている方多いと思います。これに、パウダープリントで可愛くプリントできる方法を紹介したいと思います。今回使用するのはこちらのパウダープリントシートです。こちらは、特殊な用紙が3枚と糊になるパウダーのセットになっています。ちょっと全部一緒に A4 サイズの中に入れました。で、斑点でちょっと普通紙にすでに印刷してサイズをこういう風にすでにチェックしました。はい、これで大丈夫そうです。ですので今からパウダープリントシートにこちらのエプソンの PX049A、 こちらは全色顔料インクプリンターですね。これで印刷をしていきます。ここがカラーが入ってるのでスーパーファイン紙の綺麗のモードで印刷します。はい、このように印刷ができました。はい、こんな感じです。でこれはですね、乾きにくい用紙になってるので、この後慌てて作業しなくても大丈夫です。切り取ります。ちょっと下、はい、このように切り取りました。でこちらはまだ使えますので次回に取っておきます。はい、この後ですね、商品に A3 サイズの紙が含まれているので、それを広げてください。で、このホットメルトパウダー、はい、これを使います。こうちょっと取り出しやすいようにこう口をこういう風に真ん中をこういう風にすると粉がかけやすいです。でポイントはそうですね、絵のこのシートの真ん中にこう線になるように粉を落として、こう両端の余白のところをクッとこう持ってたゆませます。そしたらこうさーっと左右に絵全体に行くように粉をこう通過させます。でこのままくるっとひっくり返します。はい、でポン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 とこのようにしっかり叩きます。これくらいの力で叩いてください。でなるべくこの下の方でやると粉が舞うことを防げますね。はい、でしっかり叩いたらこの下に落ちてる粉はまた袋に戻してください。こういう除菌ティッシュなどで作業台をきれいにして次のステップに行ってください。ではここからは、いよいよパウダープリントをしていきます。まずは、このフルカラーのこの絵をやっていくんですけど、絵柄だけを切り取ります。この時、絵に触らないように気をつけてください。でここで大事なことはまずこういう、作業する台なんですけども、アイロン台は使用せずに硬いテーブルなどで行ってください。はい、では使用するマスクこちらです。これの内側にやりたいと思います。でこういうアイロンマットっていうのがあればベストです。なければ新聞紙1日分や雑誌でも大丈夫です。これを下に敷いて今、粉をつけたこちらのシートですね。ちなみにこれ、花粉症ですって書いてあります。はい、
でプリント位置は必ずこう1回で決めてほしいんですね。ここだなっていう。はい、中温だいたい今150度ぐらいですね。でアイロンでちょっと仮押さえをスーッとしたら、その後はこうしっかりこう両腕を伸ばして圧力をかけます。このようにしっかり押さえます。でこれは今こう縦で入りそうなんですけれども、このコテの面に全部こう一応横にもしていきます。特にこういう穴が開いてるタイプのアイロンが多いと思いますので、なるべくこうアイロンの向きを変えながらしっかり体重を乗せて押さえてください。だいたいワンポイントでプリントされる方が多いかなと思います、マスクの場合。なのでそうですね、あまりプリント面は大きくないかなと思うんですけど、はい、だいたいこんな感じですね。あ、いいかも楽しみ。ちょっと冷めるまで少し放置します。シートの端からゆっくりめくってください。あ、いい感じです。おお。あ、できました。綺麗にかわいい。はい。できました。花粉症です。これくらい大きくプリントすれば気づきますよね。うん、いいかも。あっという間に1個できました。はい。ではこのプリーツマスクに、するデザインなんですけども、せっかくなのでこの線の感じを利用した感じのデザイン、こういうのをやってみます。この猫ちゃんで、これはちょっと赤が色が濃いのであえてこう黒一色にしました。はい。でこれをちょうどこういう感じで、はい、じゃあアイロンで押さえます。まず仮押さえをして本プレスをします。しっかり押さえましたので、これでちょっと放置してまた剥がします。はい、ではもうシートが冷めているので剥がします。いいですね。ちょっとここですねがついてなかったのでもう一度押さえます。ちょっとこれプリーツになってる分段差が出てるのでさっきのより難しいですね。このように重点的についてなかったところを押さえます。だいたい圧力がかかっていれば5秒程度で大丈夫です。はい、またちょっと待ってから剥がしますね。はい、ではもうシートが冷めているので剥がします。今度はちゃんとつきました。パートがちょっとここがもう一度押さえます。はい、じゃあ剥がします。
お、オッケーオッケー。あ、お、行きました。じゃーん、できました。こんな感じです。ちょっとこの透明の皮膜、パウダーがついてるところがあるので、そういう時はこういうセロテープでペタペタっとすると取れます。ちょっと優しく押さえ、こんな感じで。そうすると透明のこの糊が目立たないので、もし出た場合はこのように処理してきれいに仕上げてください。はい、かわいいかも。これもつけてみます。こんな感じで、なんかさりげなくていいですね。黒一色でもこの生地自体が結構色があって、はい、なのですごいシンプルで可愛い感じになりましたね。はい、では2個目完成です。はい、では今作った作品、まず、フルカラーのパウダープリントです。白い生地なのでこのパウダープリントがすごい簡単でしたし、いい感じでできたかなと思います。はい、ちょっといいですよね。ワンポイントなんだけど結構大きいから、オリジナルマスクって感じですね。はい、次この赤いちょっと濃いめの赤にこれになりました。これね、ちゃんとこうプリーツでこう分かれてここのところをこういう風にしたので、こうなっても大丈夫です。これもちょうどこういうプリーツのとこのデザインを利用してできたかなと思います。黒一色だけどすごいくっきりしてて可愛いですね。はい、じゃあ今日は、こういうハンドメイドのマスクで、パウダープリントオリジナルマスクを作ってみました。ありがとうございました。